Peace of Minds。お母さん、お疲れ様。あなたの夢は何ですか。ラジオをお聞きの皆様、こんばんは。パーソナリティの寺西由香です。さて、冒頭ですが、熊本を中心とした激しい地震で被災された方々にお悔やみとお見舞いを申し上げるとともに、一日も早い復旧を願います。なぜ自分だけ生きているんだろうというコメントをこの間ニュースで見ました。生きているのはやっぱり使命があるから生きてるんじゃないかと思います。実は私も18年前に夫を亡くしました。その時に本当になんで自分だけ生きてるんだろうなという思いに駆られたことがありますが、今振り返るとやはり使命があって私は生きてるんだと思い、この18年間過ごしてきました。いろんな思いで今は本当にぐちゃぐちゃになってらっしゃるかもわかりませんが、そんな時が必ず来ると私も信じて、そして今日またラジオで皆様にお伝えをしていきたいと思っております。さて、今日から5月です。ゴールデンウィークの真っ最中ですが、お母さん本当にお疲れ様です。お母さんにお休みってないですよね。本当にありがとうございます。来週は母の日ですね。その日はありがとうが1年分届くのでしょうか。まとめてもいいけど、私はやっぱり回数が多い方が嬉しいです。さて、今夜のゲストは私の地元鈴鹿市からお越しくださいました。お母さんの応援団に男性お二人、女性お一人、8オクロックのメンバーの皆様です。皆様どうぞよろしくお願いします。どうぞどんな応援をしてくださるのかお楽しみに。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けします。夢の種放送局愛知スタジオよりお送りいたします。導いてくれる輝く波は希望の色、君は迷わず進めばいい。夢の種。改めましてこんばんは。こんばんは。8オクロックの皆様です。ようこそお越しくださいました。ありがとうございます。初めてお会いしたのが今年の2月でしたね。そうでしたね。寒い時だったんですけど、もうね5月ということで暑い日になりましたが、柴田さんがね私のこのホームページにメールをくださいまして、今日のご縁をいただきました。本当にありがとうございます。こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。ではですね、まずリスナーの皆様にメンバーを一人ずつ自己紹介をお願いいたします。はい、では柴田さんから。はい、柴田浩二と申します。はい、21の幸せという名前で、一人で弾き語りをしたりしています。はいはい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。もうよろしいですか。はい、他には。はい、ではおいおいねまた、お伺いいただきます。では次は草深光弘と言います。はい、今、猫のハチとあとまっちゃんという、彼女と3人で暮らしております。はい、また詳しくおいおいね。はい、今日ね草深ブッカってねニックネームがブッカさんなんですけどね、ジョン・レノンのようなねすごいかっこいいねというか、私渋いなと思って眼鏡をねかけてらっしゃるんですよね。よくお似合いでいらっしゃいますね。なんか眼鏡をね何本か持ってらっしゃるって先ほどちょっとお伺いしたんですけども、今日はその気分で。休みの日はねほとんど丸眼鏡で過ごしてます。過ごしてますね。いや私もちょっと眼鏡をね今年春に変えたんですけどもね、いやいや買ってください。ありがとうございます。素晴らしいですね。はい、というぶっかさんでした。ありがとうございます。ではレディーが最後にねなりましたけども、よろしくお願いします。はい。
8クロックみわっちこと山中美和です。はい。2人の娘と4匹の猫のお母さんをしています。素晴らしい。はい。ありがとうございます。ではまたおいおいね、みわっちの魅力にもね、迫っていきたいと思いますが、さて、8クロックは、他にもメンバーがいらっしゃるということですが、今日、お越しいただいた方も含めて、このメンバーがね、出会ったきっかけとか、その8クロックのバンド結成の秘話みたいなことをですね、ちょっとお話しいただけますか？そうですね。はい。ですね、もう16年ほど前なんですけども、ある劇団、バリアフリーミュージカル、ハンポンタンという、劇団で集まった、あれは80人ぐらいいましたかね、全員で。で、その中で、出会った7人が集まって、引き続き音楽をちょっとしたいなということを、部下が呼び集めてくださって、サイゼリアにね、はいはいはい。夜遅かったですね、10時ぐらいに誘ってくれて集まったメンバーですね。そうですか。ブッカさん、なんでその音楽もやりたいなとか思われたんですかね？なんでだろう。記憶にない。あれ？なんでだろう。サイゼリアで、劇団の公演終わって、ちょこちょこ集まって、ライブとか好きな子が集まって、なんかやれたらいいねっていう話をしてて、で柴田君ギターやってるっていう名前が出て、で迷っている、どうしようっていうので迷ってる仲間を後押ししたのが宮地がやればいいじゃんということで、やろうという。ごめん、全然覚えてない。全然覚えてない。覚えてるな。なんか一押しを押してくれて、じゃあやってみようみたいな感じで。そうだったんだ。そうだったんだ。そうそう。宮地、そうらしいですよ。大体ね、人の背中を押して逃げるタイプなんで。逃げるタイプ。でも今回逃げなかったですよね。押して一緒に。とりあえずそのまま入ったというか。ああ、そうなんだ。みわっち、その辺はいつも押して逃げる私がなぜか一緒にというのは何かやっぱあったんでしょうね。そうですね。きっと何かつながってるものが、同じ匂いがしたんだと思います。同じ匂いがね。くんくん。さっきね、ドーナツ食べてらっしゃいましたしね、皆さんでね。その匂いも一緒になんだけど。そうですか。ちなみに女性はみわっちお一人ですか？いや、かなちゃん、女の子、そうですね。かなちゃんがもう一人いますね。もう一人、女性。なるほどね。全然なんか秘話って感じにはちょっと今ね、お聞きさせていただいて、秘話というかなんかなんだろう、匂いとね。そうですね。全然全く共通点のない7人なんで、どうしてこの7人が一つになったのかなっていうのは、今でもクエスチョン。そうですね。劇団がなかったらきっと多分すれ違ってなかったかもしれない。そうですね。全く職場が違ったり、年齢も違いますし。そうなんだ。ね。劇団のお話をね、少し今出されたので、そもそもその劇団にバリアフリー劇団ということですよね。そうですね。バリアフリーのミュージカル。を。これバリアフリーって、健常者と障害者が、もう同じフラットな立場で、芝居とか、ストーリーとか演劇ができたらっていう思いで、始めた劇団に乗っからせてもらったんです。乗っからして、なるほどね。それはおそらくお三方ともそれぞれの思いがあってのその劇団のすみません、噛んじゃったご参加だと思うんですけども、柴田さんはどういうきっかけでその劇団に？僕はですね、同僚がその主催者だったんです。なるほど。もう代表者で、で彼が、もう最後の役者が揃わない、2人役者が揃わないっていうので、どっちかやってくれないかって言われたんです。で、警察官かオカマ役、どっちか空いてるんだけどどっちかやってくれないかって言われて、じゃあ僕がオカマ役やったら誰か警察は引き受けてくれるだろうと思ったんです。僕が警察引き受けたらオカマはもうちょっと誰も
探し相手が見つからないだろうなと思ったんで、はい、僕がオカマ役をやってっていうことで入りました、はい、今ちょうどね柴田さんと私こう真向かいでお話をしてるんですけどぴったりとか思いながらいいですかもうそれでね文化さんもえらくちょっと今受けてねお話笑ってらっしゃったので化粧してスカート履いて黄色いドレスが似合ってたんですよ。黄色いドレスがねなんかリスナーの皆さん本当お優しい顔をねされててねお化粧で黄色ぴったりじゃないですかねかわいいかわいいねいや写真残ってるねじゃあぜひね恥ずかしいですが私のホームページにまたぜひねアップしていただいてグーですがそうですかでも、お優しいですよね確かにね警察官の役の方が次の、ね、方がきっと見つかりやすいなと思って、おかげで間に合ったんです素晴らしい柴田さんのね、おかまのおかげで弾けましたけどねそれでいやいや言葉で言葉でねそうだったんですかでも本当頼まれてやったよっていうのがねきっかけということですね楽しんでましたね僕もそうですかね、なんか本当にね今いろいろと私も妄想をね巡らせておりますがさて文化さんはどういうきっかけで僕は代表の子と仲が良くて、はい、で、僕今も福祉の仕事をしてるんですけど、その頃はそういう仕事をしたくて、ボランティアとかしている時に、代表の子と出会って、でその子が大学で劇団をやってて、それを職場で見せて、である子に、足が不自由なので、足が不自由だからああいう舞台には立てないだろうなっていう話を聞いて、ならそういう舞台立てる場所を、自分たちで作ればいいんじゃないかっていう話を聞いて、何ができるか分かんないですけど、なんか手伝いができたらなと思って、でそこから手伝うっていうか形で参加させてもらったという経緯ですかね。そうですか。文化さんもオカマ役とかは僕はそういう役はなかなかね楽団員だったかな。楽団員、そういう感じの何人か10人ぐらいいたかな、その役の1人みたいな。1人で楽団員、音楽を演奏する楽器を演奏するみたいな、そうなんですね。それってそのオカマの時と同じすいませんオカマの時と同じ内容の時の楽団員さんでいらっしゃいます。シーンがちょっと違うかな。シーンが違う、同じお芝居だけどシーンが違うということでね、なかなかやっぱ渋い感じのね役がお似合いなのかしら。蝶ネクタイしてましたね。そうなん丸眼鏡で。その頃は丸眼鏡ではなくてね。ありがとうございます。受けましたなみえちゃんね、よかったです。ありがとうございますね。じゃあミワッチのきっかけは、私はそのミュージカルに参加した聴覚障害者の方とお友達で、一応通訳っていう名目で行ったんですけど、気づいたらメンバーになってたっていう、また人の背中を押しに行って自分が入ってるみたいな、あれみたいな、おかしいなみたいな、なんかそう足りない、入ろうかみたいな、カメラ任してみたいな。なるほどね。出しゃばっちゃうタイプです。いやそれ出しゃばりって私は言わないと思いますよ。なんかこう自分の思い的には、みんなが歌を歌ってる時に、聴覚障害者の方は、私は歌えないからって後ろに一歩下がられたので、いやそうじゃないでしょって言って、歌の歌詞を手話で表して、それをこうちょっと身振り手振りでやったらちょっと一緒に楽しめるんじゃないみたいな感じで、こうやり始めたらハマっちゃったみたいな。でもミワッチは手話はじゃあおできになる？にわかでも十分でございます。でもそのおかげでその聴覚障害者の方はその劇団にお芝居に参加して歌も歌って。そうですね、やっぱりこう声を出す出さないっていうところ、ちょっとプライドがいろいろ関係してくるんですけど、でもその方は自分の持ってる力は全部使うっていう信念の方だったので、みんなに音がこうどういうふうに聞こえるかっていうところすごく初め気にされてたんですけど、
もう最後はそんなことも気にもせずに、はい、大きな声で歌ってくださってたので、素晴らしいですね。嬉しかったです。なんか本当皆様のそのきっかけね、様々でありますけど、本当に何かこう、なんだろう、それが誰かのね、ためになったというか、私はもうそんな感じをしてね、今お話を聞かせていただきました。さてですね、この後いよいよ、今日はお母さんの応援団ということでお越しいただきましたということで、お母さんに関する実は本当に素晴らしい曲をですね、用意していただきまして、いよいよこの後8 o'clock の曲をオンエアさせていただきます。夢の種。夢を見ていたい君と愛をつなげたい。で、今日はですね、8 o'clock の曲の中のオリジナル曲おめでたを、リスナーの皆様にお送りいたします。で、この曲6分という大作なんですね。私も何度も聴かせていただきまして、とてもですね、メロディーが爽やかで、歌ってらっしゃる柴田さんのお声もね、すごくこう爽やかな感じで、こう春をね、こうイメージするような、本当に曲だけ聴かせていただくとそんな感じなんですが、おめでたという言葉のね、重みをすごくね、感じさせていただきました。この初めてね、この柴田さんからいただいたメールの中に、日本中のお母さんに広く伝えて、いただきたいという、僕の手作りの曲なんですということを書かれていたことと、この一曲をね、完成させていただくのに8年4ヶ月という月日を、かけられたということで、本当にすぐにお会いしたいし、この曲も聴かせていただいても本当に感動なんですが、柴田さんの思いとか、あるいはその演奏していただいている8 o'clock の皆様の思いのね、深さを感じました。ということでですね、柴田さん、この曲への思いとかをお話ししていただけますか？はい、この僕自身がまだなかなかこの世の中残酷な世界だと思ってて、生まれたくなかったっていう気持ちが今でもどっかにあるんですけど、だけど、で自分にはもう子供がいるんですが、生まれる前に残酷なこの世界に子供を産みたくないっていう気持ちはあって、でそれをみわっちに聞いてもらったところ、この歌の元になった話をしてくれたんですね。でそれが、お母さんと離れ離れになった男の子で、育てられない事情があって、お母さんとその男の子が別れてしまう。だけど別の家族が迎えに来てくれて、幸せに暮らしている、そんなことも身近に体験してきたよっていうことを教えてくれたので、この鈴鹿でもそんなことがあったんだと、熊本の慈恵病院には、そういうお子さんを預かる、お話がありましたけど、鈴鹿にもあるんだと、でそういうことを広く、知ってほしい、で生まれたこの世の中も、もう絶望だとかすることがある、だけど赤ちゃんが、胎児が羊水の中にじっと9ヶ月待って、暗闇の中にいて、で将来光が差すタイミングが必ずある、でその体験をみんな生まれてる人間はしてきた。だから今この世の中に生きていて辛い思いをしていても、いつか光が差す時は来るから、それまで待っていましょうっていうことをこの歌で伝えたいですね。なるほどね。本当になんかこう、もう曲を聴く前からちょっと私も胸がね熱くなる思いですが、本当に日本中のね、広くお母さんに伝えたいということでですね、それではお送り
いたしますね。柴田浩二さん作詞作曲編曲、おめでたです。幼い母は寂しいのに、浮気な父は戻らぬまま、祖父母さえ知らないお腹の私はよそのこと決まった。産後すぐ母と話された。指と産声、胸の痛み、微笑みがう大人は誰も。ガラスの外で通り過ぎた。女神様光をなぜ塞ぐの今すぐ。母に抱かれたい。涙の道しのぐのになぜ言うのおめでたと。丸く眠る。しばらくして仲いい夫婦が丸ごと私を抱き上げた。うちに来てくれてありがとうと、今も変わらず愛してくれる。20年分をきっと9ヶ月で同じくらいの苦しみと愛情、命をつないでくれたから。二人のお母さんへ全部ありがとう。ありがとう。私にも光を浴びるべき時がある。その時のために
来週5月8日は母の日です。今現在お母さんの方、もうすぐお母さんになられる方、お母さんになりたくてもなれなかったり、赤ちゃんを産んだのにお母さんになれなかったり、一言お母さんと言ってもさまざまな立場のお母さんがいらっしゃることを気づかせていただきました。8クロックの皆様、本当にありがとうございます。柴田さんいかがでしたか？ご自分のこの声、今インターネットで世界に流れております。不思議なものですね、なんだかなかなか虐待死とかの辛いニュースとかいっぱい流れてくるけれども、養子縁組とかで幸せに暮らす家族のこととか子供のこととかってなかなか深夜のドキュメンタリーとかでなかなか目に触れることがなかったりするので、もっと命をつなぐ方法があるんだってことは伝えて知ってもらうともっと減ってくれたらなという思いでいますね。そうですね、本当に私もそう思います。でこのですね曲の、聞いていただいたご感想などをね、ぜひお寄せいただきたいと思います。夢の種放送局のホームページ、寺西ゆかの、パーソナリティのページがあります。コメントというところがありますので、ぜひねそちらの方にお寄せいただきたいと思います。それでですね、皆さん8クロックの皆様なんですけど、お一人お一人のことをねもっと深くって言いながらもうこんな時間になってしまいましたので、次回5月15日もゲストでですねお願いしたいんですけども、お越しいただけますか？もちろんです。ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。さあそれではゴールデンウィークちょっとゆっくりしていただきたいお母さん、ね、今週もお疲れ様でした。私前々回ね回数を間違えまして、今日が6回目でございました。ありがとうございます、ね。お天気もねゴールデンウィーク、いいといいなと思いながら思っております、ね。お母さんもちょっとのんびりしていただいて、ご家族の方ともねお話をしていただきたいなと思います。それでは素敵なお母さんに感謝。ではごきげんよう。変えてゆけるよ、チェンジ始めよう、もう一度そのまま